敗れた試合なのに、誰もが一人の男だけを語り続けていた。試合終了後、ドジャー、スタジアムを後にするファンの口から最も多く聞こえてきた名前は、勝利したダイヤモンドバックスの選手ではなかった。大谷翔平。その名前は、敗戦という結果さえ一瞬忘れさせるほどの存在感を放っていた。勝敗だけでは語れない試合がある。スコアボードには敗北が刻まれていても、一人の選手が球場全体を支配し、誰よりも強烈な印象を残すことがある。この日のゲームは、まさにそんな一戦だった。アリゾナ、ダイヤモンドバックスとロサンゼルス、ドジャース、リーグ西地区を代表するライバル同士の激突は、試合前から異様な熱気に包まれていた。スタンドには開始1時間以上前から多くのファンが詰めかけ、大谷翔平の打撃練習が始まると、スマートフォンを掲げる観客が一斉に立ち上がる。バックスクリーンへ吸い込まれるような打球が何本も飛び込むたびに、客席からは歓声とどよめきが交互に響いた。今日は何かが起こる。そんな期待が球場全体を包み込んでいたのである。しかし、ダイヤモンドバックスも黙って主役を譲るつもりはなかった。試合開始直後から積極的な攻撃を仕掛け、ドジャース投手陣に容赦なく襲いかかる。鋭いライナー、巧みなバント、機動力を生かした走塁、あらゆる形でプレッシャーを与え、試合の流れを自分たちへ引き寄せようとしていた。一方のドジャースは、なかなかリズムをつかめない。守備ではわずかな連携ミスが重なり、打線もあと一本が出ない。ベンチの表情にも少しずつ焦りが見え始める。それでも、ネクストバッターズサークルに立つ背番号17だけは違っていた。ヘルメットのつばを軽く触り、静かに相手投手を見つめる。その目には焦りがない。ただ一球を見極める冷静さだけが宿っていた。第一打席、スタンドからひときわ大きな拍手が湧き起こる。大谷翔平。子供から大人まで、球場中に響くコール。日本から訪れたファンだけではない。アメリカのファンも、彼が打席へ向かうたびに自然と立ち上がってしまう。それほどまでに、大谷翔平という存在は特別だった。初球、外角低めへの速球、見送る、ストライク、続く2球目、内角へ食い込むカットボール。大谷は体をわずかに引きながら冷静に見極める。ボール、そして3球目、高めいっぱいのフォーシーム、鋭くバットが出る。快音。しかし打球は高く舞い上がり、センターフライ。球場からはため息が漏れる。惜しい。そんな声があちこちから聞こえた。だが、その打球速度は十分だった。中継席では解説者が静かに口を開く。今のスイングを見れば状態はかなりいいですね。旬で捉えています。今日はまだまだ期待できます。その言葉通りだった。2回、3回と試合が進むにつれ、ダイヤモンドバックス打線は着実に追加点を奪っていく。ドジャース投手陣は苦しい投球を強いられ、守備時間が長くなる。ベンチへ戻る選手たちの表情も重い。それでも、大谷だけは常にチームメイトへ声をかけ続けていた。グラブをはたき、まだいける。そんな言葉を何度も送り続ける。数字だけでは決して伝わらないリーダーシップ。その姿勢に若い選手たちも自然と前を向き始める。迎えた第2打席。ランナー一塁。球場の期待はさらに高まる。相手バッテリーも当然、大谷との勝負を慎重に進める。初球は変化球。ボール。2球目は外いっぱいへのストレート。見逃し。1ボール1ストライク。3球目。低めへ落ちるスプリット。空振り。追い込まれた。スタンドが静まり返る。誰もが固唾を飲んで見守る。4球目。外角いっぱい。ファウル。5球目。またファウル。6球目。さらにファウル。粘る。とにかく粘る。球数は増え、マウンド上の投手の表情にもわずかな苛立ちが見え始める。簡単には終わらない。そんな空気が漂う。8球目。内角高め。大谷は鋭く腕を畳み、痛烈なライナーを放つ。しかし打球はファーストの正面。ライナーアウト。アウトになったにもかかわらず、スタンドから大きな拍手が送られた。内容が違う。結果以上に、相手投手へ与えたダメージは大きかった。実況席でも思わず声が弾む。今の打席だけでも十分価値があります。完全に相手エースへプレッシャーをかけました。その頃、アメリカの放送席では SNS の投稿が次々と紹介されていた。スコアでは負けている。
でも一番危険な打者は間違いなく大谷だ。彼だけは最後まで警戒を緩められない。そんなコメントが画面に並ぶ。日本でも深夜にもかかわらず、多くのファンがリアルタイムで試合を見守っていた。一本出れば流れが変わる。誰もがそう信じていたのである。しかし試合は思うようには進まない。ダイヤモンドバックス打線は隙を見逃さず、小刻みに加点。ドジャースは反撃の糸口を見つけられない。点差は少しずつ広がっていく。ベンチには重苦しい空気が流れ始めた。それでも、大谷翔平だけは違った。イニング間には若手選手へ声をかけ、守備では仲間を励まし、ベンチでも常に前を向き続ける。配色が濃くなっても、その姿勢は全く変わらない。だからこそ、球場の誰もが次の打席を待ち続けていた。今度こそ、ここで一本。そんな願いがスタンド全体を包み込む。そして迎えた中盤、大谷が再びバッターボックスへ向かう。相手ベンチも動き始める。内野陣が集まり、星と投手が長い打ち合わせを行う。敬遠するべきか、それとも正面から勝負するのか。ダイヤモンドバックス首脳陣の表情にも迷いが浮かぶ。球場全体が静まり返る。数万人の視線が一人の打者へ注がれる。その瞬間、大谷はゆっくりとバットを構え、マウンドを見据えた。次の一球が、この試合の空気を一変させるかもしれない。そんな予感だけを残し、球場はかつてない緊張感に包まれていくのだった。張り詰めた空気の中、大谷翔平は静かにバットを構えた。スタンドに響いていた歓声はいつの間にか消え、5万人を超える観衆が固唾を飲んでマウンドを見つめる。ダイヤモンドバックスのバッテリーは何度もサインを交換し、慎重すぎるほど慎重に配球を組み立てていた。ここだけは絶対に長打を許すな。その意思は誰の目にも明らかだった。初球は外角低めへのスライダー。わずかに外れてボール。大谷は一歩も動かず、その軌道だけを最後まで見送る。続く2球目は、内角高めへのフォーシーム。一気に詰まらせようという意図が見える。しかし大谷は体勢を崩さず、鋭く振り抜いた。甲高い金属音にも似た乾いた打球音。打球は一塁線を切れるファウル。スタンドから一斉にため息が漏れる。あと数十センチ。実況席も思わず声を上げる。完全にタイミングは合っています。投手は決して安心できません。マウンド上では投手が深呼吸を繰り返す。星もマウンドへ歩み寄り、小さく何かを囁いた。勝負はまだ終わらない。3球目。低めへ鋭く落ちるチェンジアップ。大谷は最後まで引きつける。ファウル。カウントは追い込まれた。ダイヤモンドバックスのベンチから大きな拍手が起こる。あと1球。そんな空気が広がる。だが、その1球が簡単ではないことを、相手も十分理解していた。4球目。外角いっぱい。ボール。5球目。再び高めの速球。またファウル。6球目。スプリット。ギリギリでカット。打席は続く。球数が増えるたび、マウンドの投手の肩には見えない重圧が積み重なっていく。その姿を見たドジャースベンチからは自然と拍手が起こった。翔平なら何とかしてくれる。誰も口にはしない。しかし全員がそう信じていた。結局この打席は死球。一塁へ歩く大家に対し、ドジャー、スタジアムは大きな拍手を送る。ヒットではない。それでも相手エースから10球近く投げさせ、流れをわずかに揺さぶった価値は計り知れなかった。一方で試合はダイヤモンドバックス優勢のまま進む。相手打線は甘く入った球を逃さず、外野の間を破る長打で追加点を積み重ねる。ドジャース投手陣も懸命に腕を振るが、流れを止めることができない。スコアボードには徐々に厳しい数字が並び始めた。観客席には静かな時間が流れる。しかし、その沈黙を破るのはいつも背番号17だった。守備交代の合間にはベンチで仲間を励まし、ベテランにも若手にも同じように声をかける。その姿に、日本の放送席では解説者が静かに語る。これが数字に現れない大谷翔平の価値なんです。負けている試合ほど、彼はチームを鼓舞し続けます。その言葉に、多くのファンがうなずいた。アメリカでの中継画面には大谷の表情が何度も映し出される。勝敗が苦しくなっても、姿勢は決して下を向かない。淡々と次のプレーだけを見据える。その姿勢に実況アナウンサーも感嘆する。だからこそ、みんな大谷翔平を尊敬しているんだ。だから彼は特別なんだ。そして迎えた7回、試合が大きく動く瞬間が訪れる。
ドジャースは一人の走者を出し、西一塁。点差は依然として開いたまま、普通なら勝敗はほぼ決まったと言われてもおかしくない状況だった。しかし、打席へ向かうのは大谷翔平。観客が再び総立ちになる。スマートフォンを構える人。祈るように両手を合わせるほどの、ユニフォームを握りしめるファン。全員が同じ願いを抱いていた。一方、その一言だけだった。ダイヤモンドバックスはマウンドへ投手コーチが向かう。外野も一歩ずつ交代する。捕手はミットを何度も叩く。絶対に長打だけは避けたい。そんな守備隊形だった。初球、外角へのスライダー、見送り、ボール、2球目、内角へのカットボール、ファウル、1対1、3球目、真ん中低めへのシンカー、大谷は見送る、ボール、投手が帽子のつばを触る、汗が止まらない。ここまで完璧に試合を運んできたはずなのに、一人の打者がこれほどの重圧を与えてくる。四球目、捕手は外角を要求。しかし投げ切れず、わずかに甘く入った。その瞬間だった。大谷の体が一気に回転する。鋭いスイング。乾いた快音が球場全体を突き抜けた。打った。実況席の声が一段高くなる。打球は一直線に右中間スタンドへ向かって伸びていく。右翼手は数歩下がる。中堅手も振り返る。しかし、その打球は誰にも届かない。高く、美しく、そして力強く夜空へ舞い上がる。スタンドへ、飛び込んだ。第23号ツーランホームラン。ドジャー、スタジアムが一瞬にして揺れた。敗戦ムードに包まれていた球場が、この一振りだけで歓喜の渦へ変わる。ベンチから選手たちが勢いよく飛び出し、フェンス際まで走って打球を見送る。二塁を回る大谷は大きく感情を表に出すことはない。だが、その表情には確かな闘志が宿っていた。まだ終わっていない。そう語っているようだった。日本の SNS では瞬く間に、第23号がトレンド入り。敗戦でも主役は大谷。打球音だけでホームランと分かった。やはりスーパースター。そんなコメントが次々と投稿される。アメリカの解説者も興奮を隠せない。彼は決して戦いを止めない。最後まで決して諦めない。MLB 公式メディアもすぐにホームラン映像を公開し、多くのファンがその一打を称賛した。しかし、試合はまだ終わっていなかった。ドジャースはなおも反撃の気配を見せる。ベンチには再び活気が戻り、スタンドからは大きな、頑張れ、ドジャース、の大合唱。球場全体が奇跡を信じ始める。一方のダイヤモンドバックスも決して動じない。追加点を許せば流れは完全に変わる。ベンチには緊張した表情が並び、投手交代の準備も始まっていた。勝利まであとわずか。だが、大谷の一発によって試合は再び熱を帯びる。このまま逃げ切るのか、それとも、ドジャースが奇跡の追い上げを見せるのか、すべての視線が、運命の最終盤へと注がれていた。大谷翔平の第23号ツーランによって、静まり返っていたドジャー。スタジアムは再び熱気を取り戻した。敗戦が濃厚と思われていた空気は一変し、スタンドからは割れんばかりの、頑張れ、ドジャース、の大合唱が響き渡る。ベンチの選手たちもフェンスにも垂れながら身を乗り出し、一球ごとに大きな声援を送り続けた。しかし、ダイヤモンドバックスも首位争いを戦うチームらしく冷静だった。ベンチはすぐさまリリーフ陣を送り込み、流れを断ち切るために万全の継投策を選択する。経験豊富な投手はテンポよくストライクを重ね、ドジャース打線に反撃の隙を与えない。それでも球場中の視線は、やはり一人の男に集まっていた。ダックアウトへ戻る大谷翔平には、チームメイトが次々とハイタッチを交わす。大きく感情を爆発させることはないが、その表情からは、最後まで戦い抜く、という強い意志が伝わってきた。試合はそのまま終盤へ。ドジャースは最後のアウトまで粘り続けたものの、ダイヤモンドバックスがリードを守りきり、ゲームセット。スコアボードにはドジャースの敗戦が刻まれた。それでも、試合終了の瞬間にスタンドから送られた拍手は、敗れたチームに向けられたものとは思えないほど大きかった。その拍手の中心にいたのは、大谷翔平だった。第23号ツーランホームラン。チームに勝利はもたらせなかった。それでも、最後まで諦めずに振り抜いた一打は、多くのファンの心を強く揺さぶったのである。アメリカの放送席では、敗戦の中でも、今日最も記憶に残るプレーは大谷のホームランだ。
と称賛の声が上がり、日本のメディアも、孤軍奮闘、意地を見せた一発、と大きく報じた。SNS でも世界中のファンからコメントが相次ぐ。負けても主役は翔平。彼は最後の最後まで希望を捨てない。一本のホームランで球場の空気を変えられる選手はそう多くない。そんな声がタイムラインを埋め尽くした。シーズンはまだ続く。一敗は長い戦いの中の1試合に過ぎない。しかし、この日の第23号は数字以上の価値を持っていた。どんな劣勢でも全力を尽くし、最後の一球まで勝利を信じて戦う。その姿勢こそが、世界中のファンを魅了し続ける大谷翔平という選手の進化なのである。ドジャースは悔しい敗戦を喫した。それでも、球場を後にするファンの表情には失望だけではなく、次の試合への期待も浮かんでいた。次はきっと勝ってくれる。そして誰もが、背番号17の次なる一打を心待ちにしている。第23号ホームランは、敗戦の中で放たれた一発だった。だからこそ、その輝きはより鮮烈に、多くの人々の記憶へ刻まれることになった。